皆さんこんにちは、なんです。今日はちょっとプチトラブルがありまして、なんかこういうのを SNS で流していいものなのか私も分かんないんですけど、私も初めての経験だったのでぜひ共有させてもらおうかなと思います。いつもの公園に来てます。とね、この後すぐズームが入ってるのでざっとだけ話そうかなと思ってるんですけど、実は今朝、学校から来る時に不審者に追いかけられて、びっくりした。本当に私大通りを歩いて学校に行くんですね。ラバトのメディナっていうところから出て、本当中心地の大通り日本で言ったら何なんだろう、表参道とかそれぐらいのメインストリートを歩いて学校に向かうんですけど、そのメインストリートの道でそのラバトのムハンマド3区、ムハンマド5っていう道があるんですよ。でそこの道で目の前に私がこう歩いてたら向こう側からおじさんが歩いてきたんですよ。でも私の顔を見てすぐ私と同じ方向を歩き始めたんですね。で目の前に家族がいたんですよ、3人。その私とで、振り返ったその不審者、変なおじさんと、でその前に家族別の家族3人がいて、そのおじさんがすごい私と歩くのを合わせて歩いてくるから、早歩きになったら早歩きで歩いてくるし、ゆっくり歩いたらゆっくり歩いてくるし、私が逆方向向かって歩いたら逆方向向かって歩いてきて、ずっとつきまとわれて、でこっちの道歩いてたらダメだと思ったから大通りを渡ったんですよ、逆側の歩道にね。でずっと男の人、私ちょっとイヤホンで音楽聴いてたからあんま聞こえてなかったんだけど、ずっと男の人が喋ってたの、ブツ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 喋ってて、でところどころで日本語で日本人でしょみたいな、日本語喋るよね、あんた日本でしょみたいな感じで言ってくるのは聞こえてて、本当にやばいと思ったから道を渡って逃げたんですね。走って逃げたんですよ。そしたら走って追いかけられて、でその進んでもまたずっと日本語で喋りかけてきて、日本人でしょみたいなことを言ってきて、もう全部無視して歩いてたんだけど、歩いたり走ったりして追いつかれて先に行かせたんですよ。そしたら先に行かせて知らない間に後ろ振り返って戻ろうと思ったら、気づいてすぐ追いかけられて、さすがにやばいと思ったから、そのおじさんたちが 2,3 人で歩いてるおじさんがいて、そこのおじさんの中に入ってってさ、でさすがに本当にやばいと思ったからおじさんにごめん助けてって、そこにいる変なおっさんが私のことずっとつきまとってくるって言って、もうその時点でもう私もう涙とばーだよね、怖すぎて。本当いやマジで積んだんですよ。私のスマホが電話機能が今使えなくて、モロッコの電話も使えないし、そのアプリ系の LINE とかメッセンジャーとかのアプリ系の電話だったら使えるんだけど、モロッコの電話機能が使えなくて、でその LINE の電話とかするってなっても、やべ誰に電話したらいいんだろうみたいになっちゃったし、で日本にいる友達とか家族に連絡したところで困るじゃんみんな普通に。で連絡できなくて、でそもそもモロッコの警察官の番号が分かんなくて、警察どこにかければつながるのか何番かも分かんなくて、積んだと思って、でそれで逃げながらもその 2,3 人のおじさんの中にとりあえず飛び込んで、ごめん助けてって言って、したら助けてくれて、で後ろから
もともと初めに私の前に歩いてた3人の家族がなんかその一部始終を見てたらしくて、私を心配してこうついてきてくれてたらしく、一緒に行こうって、大丈夫、怖がんなくて大丈夫だよみたいな、一緒に行くからみたいな、どこに行こうとしてるのって言われて、お母さんとパパと娘でさ、ちょうど旅行に来てたらしくて、でその3人の家族に助けてもらって、でそれでもまだずっと追いかけてきててさ、で、気づいたらいなくなってたんだけど、でとりあえずなんかこうね、私も落ち着いて学校に着いてさ、本当にありがとうって家族にその助けてくれた家族の人たちに言って、学校着いて、何事もなくとりあえず授業やってたわけよ。でもちょっと今日さ、月曜日で週の始まりなんですよ。で週の始まり、新しい生徒たちが来るんですね。で結構なんか5、6人新しい生徒が来てさ、なんかもうそっちにもなんかすごい圧迫感があったし、男の人とかが多くて、やばい怖いってなっちゃって、で先生に大丈夫って言われて、ごめん大丈夫じゃないって、今日実はさ変な男の人に追いかけられてとかみたいなっていうことがあって、で、先生たちも本当助けてくれて、どこでって言われて、警察に連絡するって言って警察に連絡してくれてさ、でもそのね、私が警察に連絡したところで何もできないよって、別に顔を、覚えてるけど顔の特徴を言えって言われても分かんないし、どう説明すればいいか分かんないし、服とか特徴は覚えてるけど、いや警察行ったところで多分時間の無駄というか何も私できないやって思ったから、とりあえず、警察には連絡するねっていうので終わって帰ってきました。めっちゃ助けてもらったモロッコの人たちに感謝ですね。やっぱ学校着いてから1時間半ぐらい落ち着かなくて、ずっともう涙止まんなくて、ちょっとショックを受けてました。なんか他のクラスの人とかが大丈夫って、コーヒーとか持ってきてくれたり、先生もなんかとりあえずこの綺麗な景色を見てバルコニーでお茶でも飲んどきなみたいなありがたいよね。で1時間ぐらいゆっくりして落ち着いて、残りは授業受けれたっていう感じでしたね。でも授業終わった後、やっぱ学校出てそのおじさんね、不審者がいないかは確認したし、やっぱ後ろから歩いてくる男性も前から来る男性もやっぱ怖いし、今日クラスメートが新しい人いてさ、学校終わり歩いてたんだけど、後ろからなんか男性3人ぐらい来てるなと思って、パッて振り返ったら緑の服着てた男性に手振られて、誰と思って、めっちゃ怖いと思って、でもそういえば私の隣に座ってた新しい生徒緑の服着てたなと思ってそしたらちゃんとクラスメートでした疑って申し訳ない。そうっていうね、ちょっと命の危機とかは思わなかった。正直誰かに助けを求めたら助けてもらえるって思ったんだけど、どうすればいいか分かんなくて怖かったですね。なんかこうね、性被害とか性的暴行受ける方のその映画を昨日たまたま見ちゃったんですよ。だから余計にちょっと怖くて、いくらラバトでモロッコの人たちが親切で優しい人だっては思ってても、こう日本人がモロッコにいるってすごくレアなんですよね。珍しい。だからすごい好奇心があるんだと思う。だから多分おじさんも私と喋りたかったんだろうなっていうのはなんとなく思うけど、にしてもちょっと不審すぎたなだから私ラバトに来て2週間経ちますけど、ラバトでまだ一人も日本人に会ってないんですよ。っていうぐらい多分ここに日本人がいるっていうのが、めったにない。日本人だって思ったら割とこう好奇心を持って近づいてくる方もいらっしゃるので、いやもう今日ふと思ったのは、もう日本のさ防犯ブザー
持ち歩いた方がいいのかなとかちょっと思ったよね。それを持ってたところで抑えられたら終わりなんだけどっていう、これは別にモロッコだからとかじゃなくて他の国でもそうだろうし、日本人であっても日本でいてさ危ない時あるじゃん。だから皆さん気を抜かずで、もし襲われそうになった時はどうすればいいのかっていうのを一緒に学びましょう。私もちょっと勉強しようと思います。まずはモロッコの警察何番かければいいのかっていうのを電話機能は使えないんですけどちょっと番号ぐらいは知っておこうかなと思います。でね、ちょっと今日暗いお話になってしまったんですけど不審者おじさんに日本語で話しかけられて追いかけられたっていうお話でした。ぜひ皆さんも健康安全無事故でお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。